あれはおはようございます。5年7月30日、今ストライドラボさんで、ルナサンダルのランイベント、ルナサンダルをね、使いこなせるように参加して、いろいろ勉強していきたいと思います。行ってきます。はい、じゃあ皆様今日もご参加いただきありがとうございます。本日ルナサンデーね、ルナサンダルを履いて走ろうですが、今日はね、おそらくもう皆さん私物のものを履いていただいている方が多いかなと思います。行きましょう。じゃあスタッフの中尾です。ルナサンダルは帰り道4000キロぐらいあるんですけど、最近は帰りだけ大体目立って書いてます。よろしくお願いします。お願いします。田中です。よろしくお願いします。ルナサンダルは、日本に国内に入り始めてから、いろんな新しいバージョンが出るたびに買い続けてるんですけども、ここ3年ぐらい、ここオープンした時に1個ぐらいかな。それから将来買ってなくて、トータル多分8足かぐらいはあるだろうなと思うんですけども、使えなくなってるのもあって、久々に先ほどまだお金払ってますけど新しいベナードを新調しましたら、だいぶいいですね。フィット感が全然違うし、前と違って、はい、パーツも変わりましたし、だいぶこれだいぶ古いやつですね。もう6年ぐらい前のやつですね。だいぶやっぱりこう見比べると、はい、変わったなと思います。まずね、もうテープが太いんですよ、こっち。だからフィット感があまりないのと、ベルトが太いですね。そしてこの時代はね、ここゴムがないんですね。はい、パッドがなくてゴムだったんですよ。こういうふうにちょっとこうもう劣化しちゃうっていう、はい、いうのもあったりもしましてですね。だいぶやっぱり高くなりましたけどもね。はい、商品になりましたって感じですね。多分この時代はシアトルでまだ手作りでやってた時代です。いいじゃん。いても今はちゃんと工場で作って大量生産。はい、よろしくお願いします。中平です。今日もよろしくお願いします。私とルナサンダル。まだここがオープンする前5、6年前に全然ルナサンダル買う場所もなかったんですけど、アシックスとかナイキとか入って足をぶっ壊してて、その時に総合図書館でゴーズトゥーランってものを見つけて読んだら、そこで出てきたのがルナサンダルっていうかワラージだったんですね。で、その時僕も買うところがなかったので、こんなお店もなかったんで、実は田中さんから直接買ってたのがルナだったんですよね。当時はお店なかったんですね。料理してましたね。ご自宅に訪問したり、職場に訪問したり、怪しいとしか思われてなかったです。それがこういうお店までね、今できたってすごいことですね。行商時代です。すごい。行商時代長いんですよ、実は。ここで4年ですけど、それ以上に行商時代の方が長いですから。当時は本当に見たこともなかったし、本当にこんなサイズに分も、僕多分これ624ですけど、本当にジャスで合わせていいのかっていう書き方も分かんなかったけど、そこでこんなねフィッティングしてくれる人たちもいなかったんで、200m 進んでは止まって調節していて、でも止まった時の気持ちよさはすごい面白かったので、今でも履いてるってとこなので、今日それを一緒に体験してのんびりいければなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。そのベナードっていうやつが一番薄くて、地面からの感触が入る。で、ルナサンダルって、ちょっとこの資料には書いてないですけど、今の時期暑いから気持ちいいから履きたいっていう人もいれば、でも実は一番感じてほしいのは、本当は裸足でも走ることができるってことに気づいて、
ナチュラルランニングを取り入れてほしいってところなので、それが分かればな。でちなみに本当にいるのが、これね接客の時言われたかもしれないけど、メキシコの奥地で本当にこれでわらあちタイヤを切り抜いて自分の足の形にして正しく走ってる。それで怪我をしなく、なんか最新シューズじゃなくても本当に走れる。で、ずっと200キロとかしちゃう民族が絡まらずに、その人たちが作ってるのがこの今画像にある本当に分厚いタイヤを切り抜いて足に沿って牛の紐とかで作ってたのがわらあちっていう形です。それが、今アップデートして作られてるのがルナサンダル。ちなみにそのわらあち作りの名人が招いるルナっていう名前だったので、そこから来たのがルナサンダルっていう名前です。走って全部一つのパーツみたいに言いますけど、基本的にはロッカーっていってこう曲がっていく動きが大事なんですね。でちなみにヒールロッカーってかかとから入って、側関節ロッカーって足首で曲がって、全速度ロッカーってこの指の関節、5本の指の関節でこうやってこう踏み込んで曲がっていくっていうのが本来自然な動きなんですけど、今めちゃくちゃクッションがあったりかかとが上がってるシューズで全部忘れちゃってる。で適当に走れちゃってるから、ルナは柔軟に感じて指が自然とこう曲がっていくっていうのまで、楽しめればもっと怪我しにくいと思います。ルナサンダルで走ってみるとふくらはぎが張るんですね。が張る。それは結構ですね、かかとが上がったシューズとかの動きになりすぎて、つま先が下がった状態だとこうやって踏み込んじゃうっていう捨て動きが強い。それは実は体の中ではすごい弱い動きで、それを繰り返してると蹴っちゃう動きなんですけど、そうするとふくらはぎが凝っちゃうので、ルナサンダル今からやりますけど、まっすぐ立って自然と倒れていくような動きだと蹴らなくても進んでいくので、それしていけばあんまりトランかもしれないですそう難しいですけどねやるとまずはルナサンダル、最初自分の足音に注意しましょう。適当にクッションみたいあるシューズみたいに踏み込んでるとドスドスガシガシで、あとは蹴っちゃったりすると音が出るよりは自然としなやかに静かに走っていくのがいいと思う。あと2番目大事なのはケイデンス。理想的なピッチっていうのが、大迫選手とかでも福岡国際に出る人でもルナサンダル履いてる人でも同じピッチっていうのがすごい面白いところで、これは普通のシューズ履いてる時でもぜひ気にしていただくといいと思います。このぐらいのピッチ、谷川さんこのぐらいのピッチ、これでそうランニングっていうのはジャンプの連続が多いほどどんだけクッションあっても怪我しちゃって、それが膝とか股関節とかに来て怪我しちゃうので、それをルナはできないです。でこの理想的な180度ピッチに近づけてくれるので、この数値以上に滑らかにコンパクトに、このボントゥーランではスムーズに走りましょうって言うんですけど、本当に滑らかに走っていくとそれが自然と体が押してくるし、無駄なフォームはできなくなります。あとは、3番目、まっすぐ立って、さっき言った蹴らないようにまっすぐ立ったまま頭からつま先までまっすぐ立って自然と足首が倒れていく。それがさせてあげるとすごい滑らかにすっていくので、今日ゆっくり5キロもいかないと思います。5キロかなぐらいと思いますけどそこら辺スタッフとも交流しながら、他のお客さんとも話しながら、で気になった時はすぐ止まれると思うので走れればいいと思いますね。なかなか今日尺の津なので、ちょっと大堀公園まで行かずに舞鶴公園のこの一駅の中走りながら、そこからちょっと南公園今回感じてほしいのはあと一つ、足の指が広がるってポイントと、足の裏っていうのは手と同じぐらい正直感覚が入る期間なので、砂利道だってこのルナだったらちゃんと感じてるのをもう一回楽しみながらいければね。はい、っていうので僕は以上。はい、ありがとうございます。暑い。スタバ方向に。じゃあ行きます。この希望書で、ちょっとなんか、私は多分なんか、なるほど。
はいはい。まだそんなレベルじゃないですから。おお。アップするの遅いよ。なんか最近アップしたよね。そう、やっと。見たよ。見ました。してるんです。見たよ。YouTube での動画。あとでこういうなんかいろいろ走ったり。いや多分ジョグコースにめっちゃいいですね。じゃあ今からちゃんと感じて滑らかに立っていく。こっちも行けそう。指ぶつけないようにして軽やかに行かなきゃ。気持ちいい。めっちゃいいですね、ここ。ね。味はいい。感じる感じる。そんなとこがある。どこに出るのかな。お。いい道。ランニングとかでも下りとか上りで怖いからって言ってこうやってつま先を下に下ろす動きとか上りでめっちゃこう蹴り上げる動きとかがやっぱ走ってくるので本当に自然と下ろすだけですね。めっちゃ難しい。無意識でやってる。自然と下ろす。つま先もかかと着地も考えなくてまっすぐ着地姿勢から着地していけば遅れてくれる。熱い。ね。あ、ここにね。へえ。ここから木漏れ日面に聞こえるとでそこからまたじゃあ行っちゃう頑張ればいやここで今感じてほしいのは砂利道が出たことでやっぱ足裏って
んだけ本来感じてるでクッションでかまけて変なフォーム出して下りとかで長径人サイヤとかそれで怪我しちゃうからっていうのが分かってここでもう寺がいいからまっすぐ走ってってでやっぱりテンポよくやっぱりピッチはで上りでも下りでも180ぐらいっていうのが一番いいのでそれをやっていけるあ、昨日降りましたね、一瞬。最近水が来るがスコールが。ありますよね。あらら。昨日ね、降る感じじゃなかったのに、カンカン照りで、いきなりね、多分10分とか20分ぐらいですよね、時間的に。もう通り雨というか、雷鳴って、ザッと降って落ちた、ね、終わった。ちょっとで疲れるってことがいいですね。コスパがいい。練習の強度が。前向き。ね、いいですよね。日本一やっぱ走りやすいでもここからルナさんの出長さんそうことあるのかな。おじさんね。小田さんね。あ、そうなの。片岡とかいいね。空気がいい。一つ先にやりたいのが、ショートフットっていう指を上げて3点かかととお尻の下と小指の下にちゃんと今当たってるかなとか着地してるかなわかります。親指の下に5子宮でしょで小指までちゃんとあれご支柱が当たってる。これは外反形をつけてまず私が足にですね指が使えるかのテストかかとつけたままつま先立ちをしていきます。かかとをつけたままかかとをつけてかかととかかとヒールをつけたままそれだけみたいな。親指だけ下に押さえて人差し指が小指を風が気持ちいい。これはいいですね。個別園の入り口か。登るのは大変やな。動物園ね。コーヒーソフトのカップお願いします。はい。
ございます。めっちゃいい。こっちに波てきたな。コーヒー味かな。うん。美味しい。うん。美味しいですね。なんていうかコーヒーの味だから。うん。食べて甘くないから美味しいですうん。ね。めっちゃ美味しい。この甘みも嬉しい。チョコほど甘くないじゃない。うん。美味しいし、量も結構ある。ありますね。当たり前のことだよ。あ、もちろんか。まあまあ。帰ってきた帰ってきた。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。疲れた。うん。